皆さんこんにちは。一銭飯店の総料理長をさせていただいてます、鈴木と申します。よろしくお願いします。今日はですね、中華丼、ふわとろ中華丼といって、中華丼にさらに一工夫加えて、卵を、入れてより一層ふわっとした感じに仕上げた中華丼を作りたいと思います。よろしくお願いします。まず、野菜の方、しいたけ、人参、玉ねぎ、あとピーマンですね。それとあと白菜、もう中華丼の定番の食材です。それに、鶏の、胸肉、今日これを使います。はい、でね、切り方なんですけど、こちらにちょっと切った材料ありますけど、もうだいたい 1.5 センチ角ぐらいに切り揃えるということが大切です、ね、丁寧に切るものはやってください。はい、じゃあこちらにあと白菜の方は僕の方で切りますからね。でまず 1.5 センチということなんで、まずは 1.5 センチ幅に切ります。はい、そしたらこれを野菜が多めの方が美味しいと思いますからね。その辺はもう好みで、材料の方を工夫してもらって結構です。はい、続いて鶏の胸肉の方ですね。胸肉もこれももう同じです。大きさは揃えましょう。はい、どうでしょう。もうみんな一緒ですね。そしたらこの鶏肉の方に下味を入れていきます。まず塩ですね。塩、これはもう一つまみですね。ここに胡椒、はい、そして酒です。酒でね、これ色ついてます。これは紹興酒です。中国料理ですから紹興酒を使った方が風味が良くなると思います。はい、もちろんね、普段家庭にはなかなかないと思うので、そしたらもう日本酒でも結構ですし、普通の調味料理酒、はい、それでも大丈夫ですから。はい、そこに水溶き片栗粉をね入れて、表面が少しコーティングされている状態ですね。もうこの状態でいいです。少し水溶き片栗粉を表面に。はい、そしたらこれで下味出来上がりです。であとこの溶き卵、これもですか、中華丼最後に卵とじのようにするんで、だいたい7分目か8分目ぐらいのこう溶き加減。はい、はい、これで結構です。はい、これで準備出来上がりですね。はい、それでは炒めていきましょう。でまず今日ね、中華と言ってもこのねテフロンのフライパンで十分美味しくできますから、テフロンを使います。はい、そこにまず油ですね。サラダ油、はい、で少し油を入れてから熱してください。でそこに普通ですとお肉から大体炒めるんですね。でも今日はね、そのふわとろ感っていうのを大事にしたいので、鶏肉は後で入れます。はい、でまず白菜ですね。そしてしいたけ、あと人参、
玉ねぎで、人参の方もちょっとこうやって見てもらうと分かるんですけど、薄切りにしてあるので火はすぐ通りますから。はい。でピーマンとしいたけ、ごめんなさい、鶏肉、これは、後で入れます。時間差ですね。はい。そしたらね、これをまずはもう表面に、いいですか、このお野菜の表面に油がなじむ程度に炒めれば結構です。あんまり炒めすぎるとね、仕上がりがぐちゃぐちゃになっちゃいますから。そしたらね、お野菜ってフライパンでこう炒めていると油分吸収しちゃうんですよ。そうするとね、鍋肌がこのツルツル感がなくなっちゃうんですよ。そうなったら少しずつこう油を、ね、照りよく炒めるっていうことが大事なんで、少しずつ足しながら炒めてください。はい、はい、大体いいですね。今表面がもう油が回って少し周りが透明感出てきました。そしたらここで、豆板醤ね、はい、豆板醤ね、ちょっとねピリ辛にするためにちょこっとだけ入れましょう。はい、豆板醤で、豆板醤を入れて、またさらに炒めて風味を出してください。香りを。はい、で豆板醤の香りが出てきたら、これチキンスープですね。スープを入れます。はい、スープを入れて、普段スープってなかなか家庭では取らないですよね。ですからもうお水入れていただいて、あと中華だしの素ってあるじゃないですか、あれをさささっと適量入れてくれればいいですから。はい、今だんだん沸いてきました。そしたら調味料入れていきます。またここで紹興酒、そしてこのね、味の決め手、オイスターソースが入ります。オイスターソース、ここに醤油ですね。で中華丼なんでご飯と一緒にもちろん食べますから、ね、味はボケた味にしないで、はっきりしっかりした味付けをしてください。あと胡椒ですね、胡椒、そして砂糖、はい、よし。そしたらここで一旦ちょっと味見しましょう。味見をね、美味しいです。はい、そしたらここでと言いながら醤油をちょっと足すね。はい、で味が決まったら、味決まりましたら、ピーマンとここでね、鶏肉、先ほど下味をつけた鶏肉、これをこのね中に入れていきます。こうやって直接で、その時にこうやって今火止めてますですか。火が通り過ぎないように一度火を止めて、はい、鶏肉を全部入れます。そしたらここで火つけましょう。でピーマンと鶏肉にもう火が通れば、あとは片栗粉と卵で閉じていきますから。はい、いいですね。そしたら片栗粉入れていきますね。
片栗粉は何度かに分けて入れましょうね。一度に入れると固まりすぎちゃったりするので、何度かに分けてこの固まり加減を見ながら入れていってください。はい、いいですね。このとろみ分かりますか？このとろとろ感で、ここに普通だったらもうここで中華丼って終わりなんですよ。でここにさらに今日のは溶き卵、これをですね、ここでもやっぱりポイント、一度火を止めて、で全体に卵を、はい、入れます。そしたらまた火つけましょう。でこれを弱火にしてですね、弱火でゆっくりこの卵がとろっとする状態、もうあまりここで乱暴に混ぜると、ね、卵のとろとろ感が失われますから、ゆっくりこういう感じ。はい、いいでしょう。でもちろん半熟でもいいですし、しっかり火通してもいいですよ。はい、で一番最後に、ごま油ですね。ごま油を風味付けにちょっと入れます。はい、これで出来上がりです。はい、今ご飯をもう適量入れていただいて、そこにあんをかけていく。はい、これで、ふわとろ中華丼出来上がりです。ぜひねチャレンジしてみてください。